ご視聴ありがとうございます。今回は、言わずと知れたあの拠点駅の地下にある仲間外れのホームのご紹介です。乗り換えに時間がかかりすぎるホームができた事情と、特例を活用した遠いホームが近くなる説を検証します。このホームを発着する影の薄い特急と、遥か昔に役目を終えた列車にも注目です。私が今乗っているのは、JR 山手線の内回り列車です。東海道線や東海道新幹線の列車と並走し、隣の京浜東北線になかなか追いつかない間隔で走りながら、有楽町駅を発車です。次の駅が、日本を代表する駅と言っても過言ではない、東京駅です。新幹線はもとより、在来線各線、そして地下鉄丸ノ内線と乗り換えができます。ホーム自体も全部で14面、線路は28線あり、日本最大のこの駅、乗り換え案内に記載された路線の量が、この駅の巨大さを物語っています。有楽町から1分余りで、東京駅に到着です。絶妙なタイミングで先行していた京浜東北線の北行きとは、東京駅で接続が取れるようです。そして私が乗っていた先頭車両は、東京駅では東西に並んだホームの一番北寄りに停車します。そして私は、この駅で改札を出るわけではありません。これから向かうのは、この駅で接続する多数の路線の中で、ホームが特に遠いことで知られるあの路線、そう、JR 京葉線のホームです。東京駅では、京葉線以外のすべての路線がおおむね南北にホームを構えており、駅の東側が八重洲口、西側が丸の内口と呼ばれています。それぞれ北口、中央口、南口の3つあり、この駅の巨大さが伺えます。一方、京葉線だけはおおむね東西に位置しており、ホームの場所自体も南に大きくずれています。通路が東西に貫く東京駅において、京葉線のホームだけは八重洲口からつながる通路でつながっており、移動には時間がかかります。というわけで、京葉線のホームを目指します。乗り換えのため、中央口へつながるエスカレーターを降ります。先頭部からここまで3両分、すでに60メートルです。エスカレーターの降り口の手前にある看板には、乗り換え各線の案内がびっしり並んでおり、京葉線は右に進むようですが、この先の天井からぶら下がっている看板には左矢印があります。そしてその先で、今度は右に曲がります。東京駅の在来線の高架ホームは10番線までありますが、旧10番線ホームの手前で右に曲がるのがポイントです。それにしても、先ほど映っていた発車案内表示器は6段式、系統の複雑さが伺えます。天井の看板だけでは分かりにくいので、床面にはリボン状の案内が延々と続きます。新幹線の南乗り換え口を横目に、さらに進みます。新幹線の乗り換え改札は階段の上にありますが、それはこの先の通路も同じ。通路はこの突き当たりで左に曲がり、階段を8段上がります。なお、左にはスロープがあります。この階段を上がったところで、上の東京ラインの旧10番線のホームをくぐります。左前方に東海道新幹線の改札を眺めながら、さらに東北新幹線などが通る2面4線のホームの下を斜めに突っ切ります。山手線のホームを進み始めてから3分余り、まだまだ先は続きます。左前方の八重洲口改札を過ぎると、他の路線のホームへつながる通路などはここまでで、ここから先は、京葉線に向かう連絡通路がひたすら続きます。他の路線への動線がないので、エスカレーターの正面には、京葉線の看板がビッグサイズで掲げられています。およそ350メートルだそうですが、ホームに着くまで、どれだけ時間がかかるのでしょうか。合計4台のエスカレーターに階段1つという陣容で、さらに深くへ潜っていきます。京葉線のホームは他の路線と距離があるのもそうですが、ホーム自体も他の路線よりも数段深い場所にあります。あまりにホームが遠いので、連絡通路には動く歩道もあります。現在は奥に向かうのが2台、逆が1台ですが、方向を変えることもできるようです。動く歩道があるとはいえ、距離の長さは一目瞭然で、先の見えない通路が延々と続きます。動く歩道は全部で3本ありますが、これでおしまいではありません。この先にはさらに深くに潜るエスカレーターがあり、天井の高さが変わらないため、ガランとした空間が広がります。右側のステンドグラスは、1972年、鉄道100年記念事業の一つとして提案されたものです。最初は、
反対の丸の内側にある総武快速線への中央通路に設置されていましたが、丸の内駅舎の復元事業の関係で現在の場所に移設され、今に至っています。随分深い階層まで降りてきましたが、ここは地下1階にあたる場所であり、ホームはまだまだ下です。このエスカレーターはホームの上にあたる場所にあり、この先にも何台かありますが、他の路線への乗り換えに便利なこのエスカレーターが混雑しています。そしてこのエスカレーターを降り切ったところが、ちょうどホームの真上の階層、地下3階です。京葉線東京駅は島式ホーム2面4線の構造で、それぞれのホームへの動線はこの階層で分かれています。そしてもう1階層を降りて、いよいよ地下4階。京葉線の地下ホームに到着です。ここまでおよそ11分。山手線で後ろ寄りの車両に乗り、動く歩道でもっと歩けば早く済みそうですが、それでも同じ駅とは思えないほど時間がかかります。このホームの運用が始まったのは、1990年3月のこと。京葉線の東京新木場間が開業した際に新設されたホームです。京葉線のうち、新木場から東の区間は、もともと貨物線として計画された路線でした。新木場から西では、沿岸部を通って東京貨物ターミナルへと向かう経路だったのです。その後、沿線の開発が進む中でこれを旅客線化する構想が立ち上がり、都心から離れたルートでは使いにくいことから、東京駅まで線路をつなげることになったのです。このホームがあるのは、もともと東京駅と成田空港を結ぶ、成田新幹線の駅を建設する予定だった場所です。1960年代から計画が進んでいましたが、通過するだけで駅がない沿線で反対運動が勃発し、主に成田空港寄りの一部で工事が進んだのみで、計画が凍結されました。東京駅では、八重洲寄りの連絡通路の一部が建設されたところで工事が凍結され、その後、京葉線東京駅の建設に生かされることになります。ホームが東京駅の中心から南にずれているのは、将来の西側への延伸をしやすくするためだとされています。また、駅の中心をくぐるのは大工事になりますが、今の位置であれば、比較的工事が容易であることも理由のようです。一方、すでに東京駅周辺には多くの地下鉄路線などが建設されており、それらを避けるため、京葉線のホームは深さ31メートルに作られました。なお、この構造物の中では、地下鉄丸の内線と横須賀線の線路と交差しています。丸の内線のトンネルは地下1階の上部に食い込むようになっており、先ほどのカットの前方にあった天井が低くなった場所の上を通っています。この階層は天井が高くて開放感がありますが、それはコンコースを一つのフロアにまとめつつ、丸の内線のトンネルでフロアが分断されないようにするためです。また、横須賀線との交差部分では、地下1階と2階の床面を上げることで、その下を通るトンネルとの干渉を避けています。これは、先ほど私が通ったところの奥にある改札の向こうが、スロープになっていることに現れています。なお、東京駅の西側にある総武快速横須賀線のホームとは、この奥に続く連絡通路で繋がっていますが、この通路は改札の外。改札内で乗り換えるには八重洲方面へ回り込む必要があるので、この両線の乗り換えに、最も時間がかかります。ホーム自体は10両分ですが、将来的に5両分延長できるよう、起点寄りに空間が空けられています。そしてこの上にある、天井が低くなっている部分が、横須賀線のトンネルがある場所です。このホームは、南側の土地への食い込みを抑えるため、中央2線の間に柱がなく、開放感のある構内です。ホームへ降りるエスカレーターなどが中央から2つずつ広がっているため、ホーム中央に待合スペースがあります。また、この辺りの足元には、京葉線の0キロポストがあります。ここを起点に運行されるのは、京葉線の列車と、乗り入れる武蔵野線の列車。編成全体が見通せるタイプの車両は、すっかり少なくなってしまいました。一方乗車口案内では、すでに引退した205系のイラスト入りのマークが残っているほか、シャトル前浜の文字もあります。シャトル前浜とは、1990年から95年頃まで、主に東京西船橋間で運用された列車で、165系を改造したもの。運行終了から30年近く経過する今も、乗車位置案内が残っています。また、壁面の停車駅案内には駅ナンバリングがなく、一昔前の雰囲気が感じられます。京葉線との接続路線を重視したため、路線のチョイスが独特ですね。
このホームからは特急列車も発着しています。番線は1番線に限定されており、特急列車の名称は1番線にしかありません。階段を通って隣のホームへ移動です。5両編成の特急はこの辺りに止まりません。この列車は終点の蘇我から外房線に乗り入れる特急若潮。両数が少ない上、休日最初の下り特急ということで、自由席は結構な乗車率です。若潮は毎時00分発が基本の一方、平日夕方には特急さざ波もあります。これは内房線系統の特急で、このホームからはこれら2種類が運行されています。5両編成での運行も多く、東京駅に乗り入れる特急の中では、かなり短い編成です。そういえば7両用の目印もありましたが、これは何の列車で使われているのでしょうか。そしてさざ波は、平日夕方の下りと、平日朝の上りのみの運行で、土休日の運行はなく、通勤需要に絞った列車であることがわかります。かつては館山まで運行されていましたが、2015年に運行区間が短縮され、高速バスとの競争で厳しい状況が続く房総特急の状況がよくわかります。所要時間や運賃もあるようですが、京葉線ホームの不便さも弱点です。そんな不便なこのホーム、京葉線が観光地へのアクセス路線となっていることもあり、一般の人々の間でも有名ですが、このホームを近くする方法があることをご存知でしょうか。その鍵が、序盤で経由した有楽町駅にあります。この駅、ホームの先端から東京駅方向を見ると、駅を出てくる列車がよく見えます。右奥にあるホームからは、停車中の列車も見えそうです。東京駅寄りにある改札に向かいます。私は一つ手前の新橋駅をスイカで入場し、ここまでやってきました。地上に降りて左側には IC カード専用改札もありますが、通るのはここではありません。右に曲がってさらに奥、突き当たりにある有人改札。あえて有人改札を通る理由が、ここにあります。そう、東京駅の南にある京葉線ホームは、有楽町駅とのおおむね中間にあり、有楽町駅のうち、東京寄りにある京橋口改札では、歩いて乗り換えられる特例があるのです。この乗り換えは、京葉線ホームに最も近いこの改札でのみ可能で、品川方面からの乗車に限定されており、秋葉原神田方面から東京駅を過ぎての乗り換えはできません。新宿経由で乗りましたという理屈は通用しなさそうですが、新宿あたりから品川経由で来て乗り換えるのはありなのでしょうか。また、定期券は途中下車可能なので、乗り換え条件に合う定期券であれば、どの改札からでも乗り換え可能です。そしてこの改札でもらえるのが、このような乗り換えチケット。これを京葉線の改札で係員に見せることで、乗り換えられるというわけです。駅の外には出るものの、乗り換え自体は簡単。西側から駅を出て、右前の道路を渡ります。そして右側にある、東京国際フォーラムに入ります。本来はまっすぐ進んで突き当たりの階段を降りた方が早いのですが、せっかくなので建物に入ります。吹き抜けが抜かれたこの建物には様々な会議室があるほか、展示会なども行われます。ここはかつて東京都庁があった場所で、京葉線ホームが干渉するのを避けていたのが、この都庁だったのです。なお、外を歩き続けると、途中の景色はこんな感じです。曲がることもないので、こちらの方がわかりやすいですね。この先の階段の途中で2つのルートが合流、さらに降りて地下深くに潜り、京葉線改札に到着です。東京駅構内で乗り換える場合、同じ階層までは9分弱かかっていたのに対し、有楽町乗り換えの場合、ホームから京葉線改札までの時間は6分半ほど。有人改札での下りをカットしているとはいえ、有楽町東京間の1駅分を節約できることや、今回は東京国際フォーラムに寄り道していることを踏まえると、それなりの時間短縮になりそうです。そしてこの乗り換えは、もちろん逆バージョンも可能です。ルールは同じで、有楽町まで行ってから、神田秋葉原方面へは行けません。なお、都営地下鉄や東京メトロの改札外乗り継ぎとは違い、乗り換えに時間制限はありませんが、チケットの目的はあくまで乗り換えのためなので、極端に時間をかけた乗り換えは推奨されないそうです。この点、途中下車可能な定期券とは位置づけが異なっています。街中を歩いて JR 線同士を乗り換えるというなかなか味わえない経験、一度試してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。